前回はドラゴンフラッグのアクシデントから1時間かけてやっとの思いでベンチから降りたところまでお話ししました。今回はその後に訪れた日常の喪失と絶望、そして2つの整形外科と脳神経外科を巡りながら、私が抱いた現代医療への強烈な違和感について、そして絶望の淵で見つけた回復へのかすかな兆しについてお話しします。アクシデントが起きた直後の私はまさに天国から地獄へ落ちたような状態でした。体は硬直して自由が利かない。痛みとしびれは日に日にひどくなっていく。一番つらかったのは顔を洗う、シャツのボタンを止めるといった今まで無意識にできていた日常の行動ができなくなったもどかしさです。顔を下に向けられない。これからどうなってしまうんだろうという不安で、ただただ絶望感に押しつぶされそうになりながら何日も横になって過ごしていました。そんなある日、母からこう諭されました。横になっているだけでは良くならないでしょ。病院へ行きなさい。と、正直病院へ行くのも怖かったのです。現実を突きつけられるのが怖かったんです。しかし、そんなことも言っていられない状態でした。私は意を決して整形外科の門を叩きました。一通りの検査を行い、医師から告げられた診断名は頸椎損傷でした。私はやはりかと思いました。医師からは理学療法士のリハビリを受けてくださいと言われ、指示されるがままにリハビリを行いました。周りの患者さんは首の牽引を行っていて、気持ちいいと言っていましたが、私は直感的にとても嫌な感じを受けましたが、実際にやってみると案の定気持ちが悪く、かえってしびれがひどくなってしまったのです。次の通院時、理学療法士にこれで良くなるんですかと聞きました。返ってきた答えは、良くなるとは言えないという曖昧なものでした。そこで私は自分の感覚を信じ、首の牽引を断りました。医師にも治りますかと率直に聞きましたが、首をかしげられ治るとは断言できないと言われる始末で、首の牽引をやらないなら冷やすか温めるしかないと言われ、ただ温めるだけの日々でした。帰り際に渡されたのは山のような痛み止めと湿布薬でした。そこでセカンドオピニオンを求めて別の整形外科へ行っても結果は同じ頸椎損傷です。さらには脳神経に異常があるかもと紹介された脳神経外科へ行き、さまざまな検査を行い、結果は脳に異常なし、頸椎損傷です。そしてまた脳神経外科でも山ほどの薬が処方されました。本当にこれで治るのか。私の心の中で医療に対する疑問が積み重なっていきました。ここで処方された薬を使わなかった話や薬への考え方は幼少期からの体験がありまして、また別の機会に詳しくお話ししたいと思います。整形外科では改善の兆しが見えず八方塞がりになっていた時、母が友人から良い整体があると聞きつけ、藁にもすがる思いで通ってみることにしました。そこで私の中で何かが変わるいくつかのポイントを整体で感じることができたのです。一つは施術を受けると忌々しいしびれや痛みが一時的に緩和すること。そしてもう一つ、これが一番大きかったのですが、体を動かしたくなったのです。体を動かしたくなったのです。アクシデント以来、硬直していた体、不安と恐怖で固まっていた私の心が、整体の施術を通じて動きたいと訴えかけてきたのです。私が自力で回復へと向かうための最初の一歩。
自らの意志で動かしたいという本能の目覚め、これこそが自力での克服という私のゴーズメソッドの本当の始まりでした。現在の私は還暦を迎えましたが、薬にも湿布にも頼らず、こうして体を自在に操ることができています。あの時、自分の体の嫌だという声、牽引への拒絶感と、動きたいという声、声帯での感覚を聞き逃さなくて本当に良かったと思っています。今回はここまでにします。次回は声帯で感じた動きたいという欲求をどのような行動とその具体的な試行錯誤についてお話しします。私の経験が今苦しんでいるあなたの道しるべとなれば幸いです。また次回お会いしましょう。